犬ばかりに限らず、すべて生類、人々、慈悲の心を元といたし、憐れみ候義、寛容のこと。はいどうも皆さんこんにちは。今回は徳川綱吉と生類憐れみの例についてお話ししていきます。通称犬公方と呼ばれた綱吉ですが、これまでの徳川将軍とは一線を画す存在です。これまでの徳川将軍とは一体何が違うのか、それを説明するために少し時間を戻して説明していきましょう。江戸幕府の将軍職は家康、秀忠、家光、家綱というように脈々と息子へと受け継がれてきました。となると家綱の後を継ぐのは家綱の息子となるはずだったのですが、家綱は男の子が生まれる前に死んでしまい、徳川宗家の血筋は途絶えてしまったのです。さてこうなると次の将軍は誰にするのかという問題が発生します。ここで候補に上がったのが将軍の弟でした。家綱には弟が4人いましたが、2人は生まれてすぐに死んでしまっていたので、残った兄弟は次男と四男です。彼らは家綱から綱という一字をもらって綱重、綱吉と名乗っていました。しかし綱重は家綱より早くに死んでしまっていたので、家綱が死んだ頃には徳川綱吉しか残っていなかったのです。こうして歴史の表舞台に出てきた徳川綱吉ですが、徳川綱吉の父親は徳川家光です。ちなみに母はお玉の方という人で、元は京都の八百屋の娘だったのですが、ものすごい強運によって家光の目に留まり、八百屋の娘から将軍の母へと大出世をした人物です。この話が現在でも使われている玉の輿という言葉の語源として知られています。家光は死の間際、お玉に対して、私は戦国の気風の中に育ったため、あまり勉強をしてこなかった。この子にはたくさん勉強させてあげてくれと遺言を残して死んでいました。この言葉通り綱吉は育てられたので、超勉強好きの性格になっていき、それが影響して綱吉が将軍の時期には様々な学問が栄えています。先の話にはなりますが、その影響で建てられたのが湯島聖堂です。聖堂というとキリスト教的なイメージを持ってしまいがちですが、儒教の世界でも孔子のような偉い人を祀る建物のことを聖堂と呼んでおり、綱吉以降幕府は儒学を特に重んじていきます。儒学というのは、思いやりなさい、世のため人のために行動しなさい、敬意を持って接しなさい、幅広い知識を持ちなさい、誠実でありなさいといった教えです。江戸幕府が儒教を推進したことは、現代の日本人の道徳意識にも影響を与えています。さて話を戻しましょう。綱吉が将軍になりそうだというところでしたね。当時死にそうだった前将軍徳川家綱は、綱吉を養子に迎えて将軍にするという遺言を残して、その2日後に死んでしまい、東叡山寛永寺に葬られました。こうして徳川綱吉が江戸幕府第5代将軍となったのです。さて冒頭でお話しした徳川綱吉がこれまでの徳川将軍とは一線を画す存在という話は、ここまでの話を聞くと理解できると思います。これまでの将軍は前将軍の実子でしたが、綱吉で初めて別の系統へと将軍職が継承されたのでした。このような形の継承は江戸幕府始まって以来初めてのことだったので、いろいろと混乱したようです。ちなみに前将軍の家綱は何でもかんでも左様聖と言って許可していたから、左様聖様というあだ名をつけられるほど主導力がなかったのですが、新しく将軍となった綱吉は違います。積極的に政治に関わっていくタイプの将軍でした。その綱吉を表で支えたのが大老の堀田正俊、裏で支えたのが側用人の牧野成貞でした。この頃の政治は、飢饉が到来したら年貢率を下げる、幕府自ら贅沢をやめて節約の手本を見せる、いいことをした者は賞するが悪いことをした者は罰するなど厳格な政治を行いました。しかし1684年、ある転機が訪れます。これまで大老として表に立ち綱吉を支えていた堀田正俊、彼が江戸城内で刺し殺されてしまったのです。刺し殺した犯人もその場で他の人から殺されてしまったので、事件の真相は分かりません。しかし堀田正俊というストッパーがいなくなった綱吉は、この事件を契機に独裁の方向へと向かっていくのでした。またこの事件が起こったのは将軍がいる部屋のすぐそばでした。なのでこれ以降は
将軍が襲われては大変だということで、老中たちの仕事部屋は遠くへと移されます。こうして将軍の綱吉は老中たちとの関係を弱めて、代わりに側用人たちとの関係を強めたのです。さて、ここで出てきた側用人という役職ですが、彼らの仕事は将軍と老中の間を取り継ぐ仕事です。要するに伝言ゲームのような状態ですね。将軍が A と言ったら側用人がそれを老中たちに伝えに行く。老中たちが B と言ったら側用人がそれを将軍に伝えに行くといった感じです。しかしこのような構造であれば側用人が力を持つのは確実です。極端な例を出すと、将軍が A と言ったとしても伝言を伝える側用人が B と言ったら老中たちは B なんだと思ってしまいます。これは反対の場合も同じだったので、側用人が力を持つのは当然といえば当然のことでした。側用人として特に有名なのが柳沢義康という人物で、綱吉は義康に対して絶大なる信頼を置いていました。ここで一度情報を整理しておくと、綱吉の時代の政治は初期が天下の父、堀田正俊暗殺以降が側用人政治と言われていることになります。さて、話を戻しましょう。綱吉は自ら政治に関わっていくタイプの将軍だったこともあり、もともと独裁の傾向がありました。それを抑えていたのが堀田正俊だったのですが、彼が暗殺されたことによりストッパー役がいなくなってしまいます。こうして独裁傾向が強くなった綱吉が出すようになったのが生類憐れみの令です。生類憐れみの令というのは、全ての生き物を大切にして慈悲の心を身につけるべきであるという考え方のもと出された法律です。綱吉はもともと学問が大好きで、儒教や仏教の教えを人々に広めたいと思っていました。なので綱吉はそれまでにも、夫婦兄弟仲良くしなさい、召使いなどを憐れみなさいと命じており、そのような考えの延長線上に生き物を大切にしなさいという考えがあったのでしょう。こうして出されるようになった生類憐れみの令は、犬や鳥、金魚など様々な生き物へと広がっていき、最終的には蚊を殺してはいけないというレベルまでエスカレートしていきます。特に綱吉は犬年生まれだったので、犬を大切にしたことで知られており、犬公方というあだ名が付けられました。庶民にとっては迷惑な法律だったらしく、将軍が変わるとすぐに生類憐れみの令は撤廃されてしまいました。といっても、この生類憐れみの令のおかげで歌舞伎者といった荒くれ者はいなくなったので、規制を一気に厳しくして平和な街を作り上げたという側面もあります。こうして綱吉は死ぬまで生類憐れみの令を出し続けたので、民衆から疎まれる中でその生涯を終えるのでした。さて、いかがだったでしょうか。今回紹介した綱吉も子供に恵まれませんでしたので、亡き兄綱重の嫡男である綱豊を養子として宗家を継がせることにしました。この人物こそが江戸幕府第6代将軍徳川家宣です。ということで、次の動画では徳川家宣について話していきたいのですが、その前に綱吉の頃に起きた有名な事件についてお話ししていきます。ということで、次の動画では赤穂事件についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。